はい、皆さんこんにちは。本日はですね、親、大体の親っていうのは、すごく自分が子供を産んだっていう責任を、子供だったり他の外部要因になすりつけ、その責任の転嫁をしすぎで、自分が子供を自分の意思で作ったっていう、こう、っていうことに対する責任っていうものを取ろうとしない傾向にあるんじゃないかっていう、そういうお話をしていきたいと思います。で、これなぜこういうことを思ったのかっていうと、まあ、こ具体例なんですけども、具体例というか、例として、電車だったりバスとか、公共交通機関で、赤ちゃんが泣いてるとか、子供が騒いでる、ってなった時に、それに対して、X とかだと、ガキがうるせえとか、赤ちゃんがうるせえとか、不満を言う人たちもいるわけですよね。それはその、いわゆる、この、赤ちゃんじゃないとか子供じゃないにしても、大人だったり、ちょっと精神的に病気を抱えている人たちとかが、電車のだったり、バスとか公共交通機関で、規制を上げたり、大きい声を上げていると、てめえうるせえなって思ってしまう人が出てくるのは仕方がないように、多分その赤ちゃんとか子供に対してもうそういうふうに同じように思う人が、不特定多数、不特定、多数とまでは言えないけど、一定数いるのは、仕方がないというか、そういう現実がありますと。で、それに対して、常套句として、なんで、そういう人たちを戒めるための常套句として、あなたも赤ちゃんの時期があったのだから、こういうふうにうるさくしていた時期があったのだから、我慢しなさいみたいな、昔からのそういう常套句がありますよね。その赤ちゃんとか子供がうるさいっていう、文句に対しての。だけど、これって一見その、もっともな理論のように聞こえるんですけども、実はここに、親がどれだけ、自分以外のものに自分が子供を産んだ、自分が子供を作ったっていう責任転換をしているっていう現状がその凝縮されたこの常套句だと思うんで、これをちょっと噛み砕いて説明していきたいと思います。で、まず、第一に、あなたも赤ちゃんの時期があったのだから、子供の時期があったのだから、我慢しなさいよっていうのは、噛み砕くと、前提として、電車、バス公共交通機関で大きい声を上げるのは他人にとって迷惑だから、やめた方がいい、控えた方がいい。だけど、赤ちゃんとかは、びっくりしたりだとか、驚いたりとか、電車バスの中ですからね、して、泣いてしまうっていうことは、多々あると。で、大きい声を出すことは他人に迷惑なんだけど、赤ちゃんは、その発生源が赤ちゃんだと。で、その発生源は赤ちゃんであり、そのみんなにとってそういう時期があったのだから、そこは一つ我慢しようねっていう理論なんですけども、お前にもそういう時期があったのだから我慢をしましょう。我慢しろっていうのは。だけど、ここをもう少し広い目線で見てみると、誰も望んでこの世に生まれてきてないわけですよ。つまり誰も望んで赤ちゃんの状態になりたかったっていう人は、この世には存在しないわけですよね。自分から望んで生まれてきたって人いないわけですよ。それはなぜかというと、生物っていうのは、生物って人間みたいな
生物、脊椎動物っていうのは、父親と母親が交尾することによって、生まれてくる。その生まれてきて、栄養を取ったり、その文化だったり、ルール、知識っていうのを吸収していく上で、自分っていうものが出来上がっていくわけで、よく言われる、母親のお腹に子供が飛び込んだとか、子供が、家族を、この父親と母親を選んだとか、はたまた生死としてその子がいて、その生死が、勝ち上がってきて、その生死と同じ人格として、生まれてきて人生を選んだっていうわけではないわけですよ。つまり、みんな赤ちゃん、自分が赤ちゃんであった、なんていうんですかね、声のコントロールができない状態であったっていうのは、自分が望んでなった結果ではないんですよ。自分が選択した結果ではないんですよ。で、じゃあ誰が選択したのかっていうと、その赤ちゃんを産んだ父親と母親なんですよね。つまりは、もちろん当たり前の話として赤ちゃん、子供っていうのは、自分が生まれたいっていう意思は示せない。もう結果的にすでにある体の中に自分というものが出来上がっていくっていうわけですから、こう、赤ちゃん、端的な話、赤ちゃんになりたくてなってるわけじゃないんですよ。で、だけどこの赤ちゃんっていうその物質というか、状態は、この人間というか赤ちゃんという個体は存在しているわけです。誰の選択によって、その大きい声のかを公共交通機関内で抑えることのできない個体を生み出したか、その選択をしたのは父親と母親なはずなんですよ。もちろんその公共交通機関なんで、この赤ちゃん一人でいるわけじゃないので、そこの、泣いてたり大きい声を出している赤ちゃんを抱えてたり、そのそばにいる親なわけですよね。つまり、本来、あなたにもこういう時期があったのだからっていう理論を使いたいのであれば、あなたにも赤ちゃんという時期があったのだからっていう理論の持っていき方はおかしいわけですよ。自分で選択していないわけですから。で、ここで選択しているのは、赤ちゃんという状態に持っていくっていう選択をしているのは、父親と母親なわけです。だからあなたにもそういう時期があったのだからっていう理論の持っていき方の対象にできるのは、過去に子供を産んだ人たちに対してだけです。つまり、あなたにも、あなたも父親、母親としてこういう赤ちゃんを交通機関、に乗せる機会があって、その赤ちゃんが、泣いてぐずってしまったりして大きい声を上げてしまってるんだけれども、周りが寛容にしてくれた。寛容な状態、空気感を保ってくれたっていう経験があるのだから、我慢しましょう。文句を言わないようにしましょうっていう理論は通るんですけども、あなたにも赤ちゃんという時期があったのだからっていう理論は通らないわけですよね。赤ちゃんをこの世に存在させるっていう選択をしたのは自分が存在するっていう選択をしたのはこの自分自身の選択結果ではなくて親の選択によってのものなので、ここで本来僕は別に大きい大人の人が電車で叫び声を上げてようが、子供がはしゃぎ回ってようが、赤ちゃんがぐずって泣いていようが、別に
気にしないし、どうでもいいんですけども、この、何ですかね、本来、親がした選択によって発生している現象に関して、あなたにも赤ちゃんという時期があったのだからっていう風な理論を持って言い方するのは、よくよく考えると、この公共交通機関で、大きい声を上げてしまうっていう、なんていうんですかね、現象を発生させているのは、この赤ちゃんであり、私たち夫婦、父親、母親の選択ではありません。もしくは、まあ、周りの人から見ても、彼らの選択ではありませんっていう風な理論の持っていき方で、この、本来、この赤ちゃんを作った夫婦の選択によって起きた現象というものを、赤ちゃんにだけに押し付けるっていう、これ理論になってしまうんですよね。ちょっと難しいかもしれないですけど、実際、だから、こう、なんか怒りの対象をなんていうんですかね、赤ちゃんだけに向けさせるみたいな、理論になってしまっている。それは、まあ、そうしておくと、まあ、なんていうんですかね、この、大きい声を上げている赤ちゃん、子供を持つ親としては、まあ、少しこの、メンタル的にも平穏保てる面が一部あるから、なんかそういう風な理論が世の中でまかり通ってしまってるんじゃないかなっていう風に推測してるんですけど、実際、こう、本来、その大きい声、公共交通機関で赤ちゃんがぐずっている、大きい声を出しているっていうものを、まあ別にいいじゃないかっていうふうに、まあそれを許すっていう、まあそういう社会である方がいいとは思うんですけども、もうそういう許すっていう文化があったとして、じゃあこの大きい声だ赤ちゃんがぐずっているこの根本原因は何なのって言った時に、このあなたも赤ちゃんという時期があったのだから我慢しなさいという理論をはびこらせてしまうと、何か赤ちゃんにだけこの責任を押し付けて、本来その赤ちゃんが誕生するっていう、選択をした父親親のこの責任を、赤ちゃんもう言葉も発せない赤ちゃんに、押し付けるような形になってしまう、事実そうなってしまってるんですよ。で、これの行き着く先が何かっていうと、まあ例えば、何か子供とまあ親の間で対立した時に、どれだけ親が子供に対してどれだけお前に対して、まあ生活だったり財政的な工面をしてやってると思ってるんだとか、私が育ててやってるんだぞとか、そういうふうに自分がした選択なのにもかかわらず、あたかも子供が求めていてそれに応えてあげているみたいな、そういう子供では気づけないような錯覚を起こして子供という他人をコントロール、する親がはびこってしまったり、はたまた例えば
子供が反出生主義的な思想にたどり着いて、社会に対してとか、もしくは親に対して、子供を産むっていうのは倫理的にどうなのとか、間違ってるんじゃないの、なぜあなたたちは私を産んだの、僕を産んだのって言った時に、合理的な答えを返せずに、ただただお前がこう数億分の1の精子として必死に泳いできたっていう、そう非科学的な、返答をしてしまったり、はたまた、育ててやってるんだからそんな文句を言わずに感謝しろみたいなことを言ってしまうっていう風なことにつながっていく。つまりその倫理的に生まれて、倫理的というか、必ず生まれてくるであろう、子供を作るっていうことに対する疑問だったり矛盾をついたこう思想に対して、そこでもこの責任というものを、例えば今の例だと、この責任を泳いできた卵子と結合した精子に押し付ける。実際はその子供ですらないのに精子に押し付けるだったり、その自分の責任ではないっていう風な理論の持っていき方、理論ですらないんですけど、感情の持っていき方をして、まともに合理的に反出生主義とか、そういう子供の疑問だったり問いに答えられないっていう大人を生み出していて、そういう親が多いんじゃないかなとふと思って、この動画を撮りました。で、そのいい例が、社会に広まっている君にもあなたにも赤ちゃんという時代があったのだからっていう、その一見まともそうに見える理論だけど、実は深く考えてみると、あれこれって親がただ単に子供に責任をなすりつけているだけなんじゃないかっていう、そういう話でした。いろいろ親として生きる、子供を育てるっていうことは大変なので、自分で追い切れない責任っていうのはもちろん多分にあると思うんですよ。だけど、だからといってそれを何かに別のものに押し付けるだったり、それをその責任をごまかすっていうのは、一つの別の個体、別の人格を作り、その人間に生を与えたんだけども、同時に生を与えるということは死を与えるっていうことでもあるし、その子が必ず死なないといけないっていう現実を与えているっていうことにもなるし、これから先、皆さんほとんどの人は、自分はあんまり働きたくないっていうふうに、金があるなら働きたくないと思っている人がほとんどだと思うんですけども、そういうふうに自分が思っている現状、嫌なことを子供に将来押し付けて、で子供に死ぬことを押し付けて、子供に苦しみだったり、そういうものを、苦しみだったり痛みだっていうものを押し付けてるっていうこの事実に対してのこの逃げ癖っていうものがどうしてもまだこの現状の人類のレベルでは、この親になる人にはそういう事実から逃げるっていうこと、逃げ癖がついてしまっているんじゃないかなと思って、
まあ、この動画を撮ってみました。はい。まあ、そうですね。よくよく紐解いていくと、社会でその通りだって言われるようなことも、実はおかしい。だってなんか責任転嫁してるじゃないかみたいなことは、よくあると思うんですよ。まあ、この一件もそうですけど。うん、まあ、だからといってなんだっていう話なんですけども。だけど、まあ、こういうところから見ても、うん、親っていうのはなんか責任を他のところに押し付けがちで逃げがちだし、もしかしたらその逃げなければ親としてやっていけないのかもしれない。まあ僕は親ではないし、親になるつもりもないんで、そこを、まあ実際の親として理解するつもりもなければ、まあできないんですけども。うーん。まあどうやってそういう親の自分が子供を作ったっていう責任だったりっていうののに対してのこう逃げ癖というか、そういうものをなんかどうやったらなくせるんだろうなとか、まあなんかそういうふうなことを思いながら、まあそうですね、つらつらとこういう話をしてみました。はい。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。